ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、任天堂が米国で直面している関税払い戻し訴訟の話題についてよ。現在、任天堂は米国で輸入品に課せられた関税の払い戻しを消費者に還元すべきだと主張するプレイヤーらから関税払い戻し訴訟を起こされているんだよ。今日はなぜ任天堂が米国で関税問題による集団訴訟を起こされているのか、そしてこの裁判の結果が今後の電子機器メーカーの価格設定にどのような影響を与えるのかについて徹底的に解説していくよ。任天堂がアメリカで訴えられとると？天下の任天堂が一体何ばしでかしたと？アメリカのプレイヤーがわざわざ裁判を起こしてまでブチギレとるってことはよっぽどせこいことでもしたんやない？落ち着いて、葵。実は、この訴訟は、ゲーム機や周辺機器など、任天堂が輸入した製品に課せられた関税に焦点を当てているの。具体的には、カリフォルニア州の連邦裁判所に提起された訴訟なの。カリフォルニア州の連邦裁判所ね。で、なんでその関税が問題になっとるん？カリフォルニア州の連邦裁判所に提起された訴訟では、任天堂が米国の特定の関税が撤廃された後に払い戻しを受けたにもかかわらず、その資金を顧客に分配しなかったと主張しているの。つまり、任天堂がお金を返してもらっとるのに、それをゲームを買ったうちらの仲間に還元しとらんってこと？そりゃあ、金返せって言いたくなるのもわかるばい。その通りだよ。原告側は、消費者は関税によって実質的に過払いをしており、払い戻しを受ける権利があると主張しているの。そして、この訴訟は、関税が適用されていた期間に製品を購入した影響を受けたすべての米国顧客に対する賠償を求めているんだよ。なるほどね。アメリカ中のプレイヤーが怒っとるわけやね。そもそも、なんで、その関税ってやつが課せられとったと？提出された法的文書によるとね、問題となっている関税は、多くの電子機器が製造されている中国からの輸入品を標的とした米国政府の広範な貿易措置の一環だったの。ああ、中国からの輸入品への関税ね。トランプさんが大統領になった直後とかによくニュースになっとったあのバチバチの貿易摩擦のことやろ？そうなの。その影響で価格にも大きな変化があったの。関税が課された期間中、スイッチのアクセサリーは約5ドルから10ドル値上がりしたんだよ。さらに、2025年8月には、スイッチ本体の価格も、モデルによって30ドルから50ドル値上がりしたの。本体が最大50ドルも値上がりしたと？日本円で言ったら、数千円レベルの結構な額やん。そりゃあ、そんなに値段が上がっとるのに、裏で、こっそり、任天堂だけ関税を返金してもらいよったら、アメリカのゲーマーも舐めとんのかって黙っとらん名門。そして、ここで、大きな司法の動きがあったの。米国最高裁判所は、トランプ大統領には、特定の関税を課す権限がないとの判決を下したんだよ。これが、企業が払い戻しを求める法的根拠となったの。最高裁が、そもそも、あの関税、権限ないのに勝手にやった、違法なもんやったで、って言ったってこと？じゃあ、払った関税は、返ってくるのは当然たいね。そういうことだよ。この判決を受け、任天堂をはじめとする1000社以上の企業が不当に徴収されたと主張する関税の払い戻しを請求したの。そして先月、任天堂は輸入ゲーム製品に課された関税をめぐる米国政府との訴訟で勝訴したんだよ。任天堂、アメリカ政府に勝ったんや。すごい力ばい。でも、勝ってがっぽりお金が返ってきたのに、それを独り占めしとるってのが今回の原告たちの怒りのポイントってわけやね。その通りなの。任天堂の反対派は、同社がこれらの関税の削減または撤廃から利益を得たにもかかわらず、その節約分を消費者に還元しなかったと主張しているんだよ。節約分っていうか、最初から消費者に上乗せして払わせとったんやけん。返ってくるなら消費者にも返すのが筋ってもんやろ。任天堂、ちょっとがめつか。訴状によると、任天堂の価格設定には関税費用が含まれており、その費用は会社レベルで払い戻されたというの。原告側は、任天堂が消費者に返還されるべき資金を保持したため、不当利得に当たると主張しているんだよ。不当利得？法律用語が出てきた場合。要するに、ずるして儲けたお金ってことやね。わかりやすく言うとそうなるね。法律専門家は、この任天堂の関税払い戻し訴訟は、米国における企業の関税払い戻し処理方法に関する先例となる可能性があると指摘しているの。この裁判の結果次第で、他の企業も同じように訴えられるかもしれないってことやね。そりゃあ大ごとばい。さらにね、訴状には、こんな厳しい言葉が記されているの。
本裁判所による差し止め命令がない限り、任天堂は同じ関税支払いを二重に回収することになる。一度は消費者から価格上昇という形で、そしてもう一度は連邦政府から関税払い戻しという形で、さらに政府がその資金に対して支払う利息も含めて回収することになると記されているんだよ。二重回収？しかも利息付き？それはあかんやろ。消費者から巻き上げて、政府からも巻き上げて、どんだけボロ儲けするつもりと？これはさすがに任天堂が真っ黒に見えてきた場合。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。チャンネル登録してくれんと、うち、すねるけんね。高評価も絶対に忘れんでよ。ポチッとよろしく頼むばい。で、こんなにボロカスに言われとる任天堂は、なんか言い返しとると？実はね、任天堂は、訴訟について、公式なコメントを発表していないの。でも、裁判所文書によると、同社は関税調整が個々の消費者の購入に直接結びついていないと主張し、訴訟内容に異議を申し立てる可能性があるんだよ。は？関税のおかげで値上げしたわけやないし、誰がいくら払ったか直接結びついとらんけん、関係ないって言い訳するつもりってこと？ちょっと苦しい言い訳に聞こえるばい。確かに、そういう見方もあるね。アナリストらは、関税関連の節約分が消費者に還元されるべき利益であると、裁判所が判断するかどうかが、判決の行方を左右する可能性があると指摘しているの。裁判所が、それは消費者の金や、っていうか、いや、任天堂の金や、っていうか、そこが、最大の争点ってことやね。そういうことなの。実は、この訴訟は、政府の政策変更に関連した価格調整について、企業が問われる、米国における消費者訴訟の増加傾向の一環なんだよ。他にも、同じようなことで揉めとる会社があると？同様の紛争は、航空会社の手数料、配送料の追加料金、輸入関連税などでも発生しているの。へえ、いろんなところでみんな怒っとるんやね。そりゃ、相対、誰だって、無駄に、お金払いたくないけんね。で、そういう裁判はどっちが勝っとると？裁判所の判決は様々で、多くの場合、消費者が政策に起因する費用を明示的に請求されたかどうかによって左右されるんだよ。つまり、レシートとかに関税分ってはっきり書いてあったら消費者が勝ちやすいけど、ただの値上げですってごまかされとったら勝つのは難しいってこと？葵、すごく鋭い指摘だよ。まさにその通りなの。明示的に請求されていたかどうかが鍵になるの。じゃあ、今回の任天堂はどうなると？金額もかなりでかいっちゃない？業界関係者は、任天堂の関税返還訴訟は、裁判所が原告側の主張を認めれば、数百万ドル規模の賠償金につながる可能性があると指摘しているの。数百万ドル？日本円で計算したら何億円、いや、十数億円にもなるやん。さらにね、任天堂の携帯ゲーム機や据え置き型ゲーム機を含む製品ラインナップは、米国で一貫して好調な売れ行きを示しており、賠償請求額の規模拡大につながる可能性があるんだよ。スイッチってアメリカでもめちゃくちゃ売れとるけん。その分、被害者、消費者も多いってことやね。任天堂もヒヤヒヤしとるやろうね。そうなの。原告側は集団訴訟の認定を求めており、これにより影響を受けたすべての消費者が賠償金を受け取れる可能性があるの。集団訴訟になったら、さらにとんでもない額になりそうばい。でも、こういう裁判ってすぐ終わるもんと？法律専門家は、貿易法や消費者保護法規の複雑さを考えると、こうした種類の訴訟は、解決までに数年かかることが多いと警告しているの。数年？気が遠くなるばい。それにね、法律専門家は、消費者が市場価格ではなく、関税によって直接過払いしたことを証明することの難しさも指摘しているんだよ。先ほど葵が言ったように、関税のせいで高くなったという直接的な証明はとても難しいの。やっぱりか、任天堂もそこをついてきそうやね。関税だけじゃなくて、材料費の高騰とか、輸送コストとか、いろんな要因で値上げしただけやけん、とか言いそう。その可能性は十分にあるね。この問題には消費者擁護団体も関心を示しており、企業が政府による課徴金をどのように処理するかについて透明性を確保することの重要性を強調しているの。そりゃあ、消費者からしたら透明にしてほしいばい。裏でいくら払っていくら戻ってきたかなんて普通の人には全然わからんもん。彼らは企業が関税変更によって経済的利益を得た場合、消費者はそれに応じた節約分を受け取る権利があるべきだと主張しているんだよ。全くもってその通り。消費者なめんなって話したい。
ところで、この記事について、ネットのみんなはどう思っとるん？ネットユーザーからの反応も賛否両論で、任天堂大好きだけど、二重取りはさすがに擁護できない。事実なら、ちゃんと消費者に返金すべきだ、という厳しい声や、関税分がどれくらい価格に乗っていたか証明するのは無理でしょ。便乗値上げだとしても、裁判では消費者は勝てない気がするといった冷静な意見があるの。他にも、もし、これで消費者が勝ったら、他のメーカーも震え上がるぞ。アップルとか他の電子機器メーカーも大丈夫か？という業界全体を心配する声も上がっているんだよ。確かに、これ任天堂だけの問題じゃない場合。他の会社も、うちも訴えられるかも、で戦々恐々としとるかもしれんね。本当にそうね。訴訟が進展するにつれ、電子機器メーカーをはじめとする輸入業者が価格設定をどのように行い、政府の関税調整にどのように対応するかに影響を与える可能性があるの。今回の裁判が今後の価格設定のルールブックになるかもしれないってことやね。そういうことだよ。双方とも自らの主張を裏付けるために詳細な財務書類や価格記録を提出する見込みなの。訴訟の結果は貿易政策に関連する企業の社会的責任や消費者の権利に関する今後の議論を左右するかもしれないんだよ。任天堂がどんな証拠を出してくるか、そして裁判所がどう判断するか、これは絶対に目が離せんばい。ということで、今日は任天堂が米国で関税払い戻し訴訟を起こされているという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。